車多いよね。ピピピピピピ。ここは南アジアの国バングラデシュ。好奇心いっぱいの目で旅をしていたのはフリーアナウンサーの榎戸紀子さんと娘のマノちゃんです。イスラム教徒の国で出歩く人の多くは男性。未だ発展途上にあり、外国人観光客の姿はほとんどありません。そのためもう皆さんに注目されまくりです。わー、イエーイ、おじさんたち優しいです。全く物おじしないこの2人、実は地球を西回りに365日世界一周の旅をしていたんです。その旅先はちょっと冒険強めのとこばかり。ママ、雪触っていい？雪はね、触っちゃダメなんですよ。なんでかというと、この南極の自然を守るため。自然というか、自然は寒いことしかないと思う。ここの自然。そうだよね。日本で見慣れている自然はここには何一つないもんね。去年4月に旅を終え日本に戻ってきた2人。今テレビ大阪の1階で旅の写真展を開いています。実は榎戸さん、20代の頃はテレビ大阪のアナウンサー。フリーアナウンサーになってからは経済番組のメインキャスターを務めるなど華々しく活躍。それなのに仕事のほとんどを辞めて世界一周に出かけたのにはこんな理由が。誇示しよう。そこに自分が執着してる自分もいて、選ばれ続けたい。だから嫌われないように頑張るみたいな。合格点を取ることに必死だったような気がします。それは母親としても仕事先にも。結婚して子供が生まれて仕事にも恵まれて、自分で選んできたそうした人生の選択なはずなのに、なんかしがらみとして感じてしまって、私はもうその鎖につながれているんだみたいな感覚があって、夢だった世界一周はもう諦めなきゃいけないのかなってずっと思っていました。そんな時に担当番組の一つがリニューアル、降板を告げられます。今だ。かきたてられるように他の仕事も一旦ストップし、日本から飛び出したといいます。もうね、怖かったんですけど、空港出発して窓から外を見てる時のあの瞬間は未だに覚えてるんですけど、私って私の人生自分で選べるんだって思った時に、うわー最高ってなんか思いました。夫を日本に残し、小学校に入る前の娘を連れて夢の世界一周へ。中学生レベルという英語を武器に行き先を決めず自由気ままに旅をすることにしました。人目を気にするアナウンサーの仕事でしたが、丸坊主に。なんか坊主に。2人の遊び場は地球そのもの。ママちゃん、これ何人乗りだろう。3人席が123、4列しかないですね。わお、うわすごい。操縦席と境目もないんだね。巡ったのは6大陸32カ国100都市以上。今回旅した中で一番良かったところ、印象に残ったところを聞きました。まずは食べ物。いろんなものを食べてきたと思うけれど、世界で一番美味しかったもの、まずかったものは何ですか？一番まずかったもの、一番まずかったもの、あれかな。
エチオピアのインジェラというクレープ状の食べ物です。インジェラ、皆さんご存知ですか？イネ科の植物テフが原料のクレープ。美味しそうですが、外国人にはかなりハードルの高い味なんだとか。いや、まずかったなんてね、本当に失礼なんですけど、発酵させたクレープ状の食べ物でちょっとね、据えたような匂いがするんですよ。あれ、これちょっと大丈夫かなっていう香りもして、もうヘビも食べたし、ウサギも食べたし、いや、何でも食べてきたんですけど、そのインジェラだけはいや、もうちょっと残してしまって、美味しかったと思ってるのもエチオピアで飲んだコーヒーは忘れられなくて、あちらではフレッシュのハーブを入れて飲むのがエチオピアンスタイルなんですよ。ハーブを入れて飲むスタイルっていうのは私にとっては初めてで、向こうにとっては当たり前で、それはまた美味しくて、コーヒーの常識を変えてくれたのもエチオピアでした。宿もその土地らしさを感じるところに泊まってきたという2人。一番おすすめするなら一体どこ？いくつもある中で一番忘れられない宿はオーストラリアのフリマントルの刑務所の宿ですね。刑務所の宿？フリマントルでの様子を榎戸さんが旅先で発信していた音声メディアで振り返ってみましょう。私たちの今晩の宿に到着しました。ここはフリーマントル刑務所で世界遺産になっている刑務所です。1991年まで実際に使われていた場所なんだそうです。今日は牢屋が宿です。やっぱり牢屋っぽい。はい、ここには囚人たちの写真が並んでいます。囚人たち。はい。マナちゃん聞いて。この刑務所は44人の人が、死刑になった場所なんです。死刑？そうそう、刑で殺された。ここが今日の私たちの宿です。2段ベッドです。見て、マナちゃん、扉が2つあるから、これ本当は2人分の監獄なのよ。本当はこの半分のところに1人が住んでました。だから狭いね。不気味な雰囲気もあったけれども、私があの人たちの警察だったらもう嫌だわ。嫌だ？もうやめたい。そうだね。私あの袋の警察だったら。見たいものだけではなく、目を背けたいものも積極的に見てきた旅。一番忘れられない瞬間に出会ったのは旅の終盤、バングラデシュ。どの船かな？夜行フェリーに乗ってボリシャルという港町へ。そうですよ。着いた早朝、街の日常が目に飛び込んできました。今目の前には牛を殺している様子があるんですね。おそらく食べるための牛だと思うんですけれども、川でその血を洗い、今は肉にされている様子を眺めています。生々しいものを見て、見ちゃいけないと思っている自分自身がなんか違うような気がするんですよね。これって当たり前に本来は感じなきゃいけないことなのに、なんだろう、うまく言葉で言えないのがもどかしいな。アフリカ最大のスラム街、そして紛争前のパレスチナにも行った榎戸さん。そばにはいつもマノちゃんがいて、体験した一つ一つを一緒に心に刻んでくれました。本当、私たち命を食べてるんだよね。そうなのよ。
こういうとこ来るとわかるね。子供たちが育つ世界は今分断が加速しつつあります。乗り越えるためには何が必要なんでしょうか。Getting to know, understand, and respect each other is the most important thing. I think that travel is the best way to understand each other because experience on your skin is completely different and it will change your life. Something will remain in you. こんな風にいろんな文化を知れるなら行ってみたいなと思います。ここ前から行きたかったんだよ。夢だったんだよ。その夢いつ叶えるの？早く叶えようって思ってほしい。夢っておそらく早く叶えた方が誰かのためになって、またその夢を語れて自分のパワーにもなって、私は夢は早く叶えたもん勝ちだなと思ってます。いやもうね、みんな冒険しよう。